2011年、昨日まで平穏だった街が突如として激しい揺れと真っ黒な波に飲み込まれた東日本大震災。そして2015年には南アジアに位置するネパールでもネパール大地震と呼ばれる壮絶な自然災害が発生しました。そこで今回は何千人もの命を奪ったネパール大地震について、現地のネパール人の体験談をも含めながら詳しく深掘っていきたいと思います。ナマステ everybody, Guy San is here。 今回の動画では2015年に起きた忌まわしきネパール大地震についてお話ししていきたいと思います。日本では日頃から大小異なる地震が発生しますよね。そしてその中には阪神・淡路大震災や東日本大震災などたくさんの人々の命を奪い取ってしまう大震災というものが起きています。エベレストを含むヒマラヤ山脈を持つネパールでも同じような現象が起きています。近年でも一番大きいと言われている大震災が2015年に起きたネパール大地震です。今回の動画を通してネパールでもあった大震災について知っていただき、日本と同じような境遇にある国であることであったり、また実際にネパール現地の方に行った時にまだ大震災の痕跡が残っているなどの気づきにつながればなと思っています。またこの震災復興という観点からたくさんの団体、日本からもまた世界中からもネパールに集まって活動している方々がたくさんいます。ぜひ興味のある方、また気になった方はですね、ネパールの方に行って一緒に活動してもらえると嬉しいです。この動画も最後までご覧ください。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄の方で応援してくれると嬉しいです。では早速内容に入っていきましょう。2015年4月25日はネパール史上最も不明瞭な日、つまりは最も信じられない日であったとされています。この日お昼の11時56分、マグニチュード 7.8 の大地震がネパールを襲いました。公式な記録である NDR-RIP によると、ネパール大地震での死者は8856人、負傷者数22,309人、全壊した政府庁舎2673棟、一部損壊した政府庁舎3757棟、全壊した民家ズバリ60万2257棟、一部損壊した民家28万5099棟、被災した学校8038校、全壊した教室1万9708棟、一部損壊した教室1万1046棟と報告されています。この現実的な数字を突きつけられると本当に心が痛む内容ですよね。またこの地震後約10万人の方々が仮設住宅で生活を余儀なくされました。大地震で8000人ってどのくらいの規模なんだろうって思うかもしれないんですけども、2011年に起きた日本での東日本大震災では死者数が2万人と言われています。東日本大震災では2万人、ネパール大地震では8000人ということは被害が少なかったのかなとも見えるんですけども、実に日本とネパールの人口差を考えると約4倍の開きがあります。単純計算をするとネパールでの死者数は日本に置き換えると3万2000人の死者数と想定することができるんですね。およそ9000人が亡くなり、およそ1万6800人が被災し、280万人余りが地震によって避難や移動が求められました。国連の報告書によると、ネパールの人口の4分の1以上にあたる800万人以上がこの地震とその結果による影響を受けたそうです。ではここからテーマごとにこの大地震について深掘っていきましょう。まずは地震の大きさと震源地についてです。マグニチュード 7.8 の地震動がネパール中部のカトマンズ市近郊で現地時間11時56分に発生しました。ネパールを襲った地震としては過去80年間で最も強いものでした。震源地はラムジュンの東南東約 34km、カトマンズの北西約 77km で、震央は地下約 15km でした。その後マグニチュード 6.6 と 6.7 の2つの巨大の揺れが1日足らずの間にこの地方で発生しました。
また大地震から約3週間後の5月12日、カトマンズの北東76キロの地点でマグニチュード 7.3 の地震が発生し、100人以上が死亡、1900人近くの人たちが被害を受けました。次は死傷者と被害についてです。ネパール大地震では約9000人が死亡し、さらに多くの人が被害を受け、カトマンズとその近郊の町で60万を超える建物が被害を受けたか崩落しました。また貧しい農村部では耐震性の少ない茅が多かったこともあり、住宅が崩れてしまうケースが一番多かったそうです。さらに26万9000棟もの建物が被害を受け、その中にはユネスコの世界遺産に登録されている歴史的文化的建造物も含まれていました。ネパールが文化遺産の最も豊かな国の一つであることを考えれば、これはネパールにとってもどれだけの損失であったかということが伝わるのではないでしょうか。また揺れはネパールを越え、インド北部のガンジス川流域平野の大部分、バングラデシュ北西部、チベット南部、ブータン西部で感じられたそうです。ヒマラヤ地域は地球上で最も地震が多い地域の一つですが、これほどまでに巨大な揺れというものはほとんど起きていませんでした。2015年の地震の前は巨大地震、つまり震度6以上の地震は1988年に発生しましたが、マグニチュード 6.9 で死者数は1500人程度であったと言われています。しかしそれよりも昔に起きた1934年のマグニチュード 8.0 の地震ではおよそ1万600人が死亡した震災であったそうです。日本を含め山岳地域がいかに気の抜けない地域であるということが伝わってきますね。次はなぜこの地震が起きたのかについての原因について見ていきましょう。震災後無事復興を遂げていったネパールも同じような悲劇を起こさないために震災の原因を調査していきました。まず参考までに一般的な地震の主な原因は地殻プレートの動き、火山の噴火、地下爆発、誘発地震、人間による活動などであると言われています。これら以外にも地震は多くの地質学的要因、自然現象、人間活動によって引き起こされる可能性があると言われており、原因をこれだ一つに絞るっていうことが難しい現象なんですね。しかし2015年のネパール地震はネパールとインドを横断する主要な断層であるヒマラヤ小状断層に沿ってエネルギーが突然放出されたことによって引き起こされたことが主な原因であるのではないかと言われています。では次にこの地震後のネパール政府の動きについて見ていきましょう。まず地震発生後すぐにネパールのほぼ全ての軍隊が救助と復興作業に取り掛かりました。またネパール政府は深刻な状況であることを直ちに全世界に発表し、世界各地に支援を求めました。国連も直ちにネパールの地震被害軽減のために4億1500万ドルを集めることを目的としたネパール地震支援に関わる基金を設立しました。地震発生から約14日後までに3億3000万ドル以上が寄付されました。同様にネパール地震からの復旧・復興プロジェクトのために40億円もの無償資金協力が日本とネパール両政府間で調印されました。これが今回ネパールでの地震の際に日本がすぐに支援協力しますよということで調印に至ったということが言われています。地震発生直後、救援・救助活動は迅速に開始され、地元のボランティアが軍や国際援助隊と協力していきました。しかしそれから2年間復興作業はなかなか進むことがありませんでした。ここには政治的ないがみ合いや説明責任の欠如、資金管理のまずさなどもがですね、復興への妨げとなってしまい、結果的にネパールのメディアではこの状況に対して失敗という烙印を押さざるを得なくなりました。この国の腐敗した不安定であり汚職のたくさんある政府ということを考えれば、お金をもらっても復興が進まなかったっていう結果になってもおかしくないなということが理解できます。またアジア財団による最新の復興モニタリングによると、地震から5年ほど経った2020年では被災者の大部分は再び自分の家に住むことができているようです。茅に被害を受けた全家族のうち4分の3は再建築された茅か、または地震で被害を受けなかった茅に住んでいます。とはいえ未だに被害を受けた茅や
耐震性がまだまだ足りていない階に住んでいる家族がたくさんあるということも事実です。地震からの復興という部分が金銭的な重みになっている家族もたくさんいてですね、まだまだ不完全な危険な家に住んでいるご家庭がたくさんあります。この状況で同じような大地震が起きてしまった際、どれほどの被害が出てしまうのでしょうか。では次に悲しいことなんですが、この大地震の後、被災期間に起きていた犯罪について見ていきましょう。地震から約14日ほどで救助隊が遠く離れた町の一つ一つを訪問し、地震による人的被害を調査していきました。しかしそこで判明したことは、死者数のデータだけではなく、女性や子供たちが人身売買や虐待の危険によりさらされていることを示唆している実態でした。犯罪者たちは絶望的な状況にある被災家族たちの弱みを利用していたわけです。被災により家族が生計を立てられなくなったため、児童労働や性労働などを加速する促進していく犯罪者の試みがあったみたいです。では最後に現地で実際に地震を体験した方の声をお届けしていきたいと思います。実はですね、この動画の内容、原稿はですね、私のネパールのお友達が書いてくれたものになっています。なので彼女も実際にネパール地震で被災した一人なんですね。地震発生直後、彼女は何をしていたのか、何を感じたのかについて聞いてみました。いつものように彼女は庭で爪を切っていたそうです。突然彼女は何か騒がしい音を聞き、地面が揺れ始めたことを自覚しました。すると家族や近所の皆が家から出てきて大声で叫んでいたそうです。彼女はネパールの中でもかなり偏僻な地に住んでいたため、小さな家であったことと空き地がたくさんあったおかげで基本的には被害はなかったそうです。彼女自身と家族が無事であったことに対して彼女は本当に安心したと言っていました。はい、いかがだったでしょうか。震災から7年経った今、この災難について話す方々はほとんどいなくなりました。おそらくコロナがネパール、また世界的に大打撃を与えたということが新しい記憶にあるからかもしれません。しかしこの大地震という悲劇でたくさんの命が奪われたこと、未だこの大地震のトラウマから抜け出せず必死に生きているネパール人たちがたくさんいるということを忘れずに、私はこれからも生きたいなと思います。では最後に今回の動画の復習をして終わりたいと思います。ネパール大地震は2015年4月25日11時56分マグニチュード 7.8 という大きな大地震として記録されています。地震の主な原因はネパールのプレート、インドのプレートが衝突したことからと言われています。地震後、ネパール政府は国際的な協力を求めていきました。しかし復興作業は政府問題や資金管理のずさんさから全然進むことはなく、長い時間をかけ未だ終わってない地域もあるみたいです。また女性や子供たちが性被害や虐待を受けるといった犯罪もたくさん起きたのが事実です。はい、では今回の動画はこれで以上となります。地震大国である日本に住む私たちも簡単には見逃すことのできない出来事が他の地域、またこのネパールで起きていたということを皆さんに知っていただけたでしょうか。未だ阪神・淡路大震災のトラウマを抱えている方々だったり、東日本大震災の傷を負っている方々は僕の周りにもたくさんいます。どれだけ時間が経っても大切な人を失ってしまったこと、当たり前が当たり前でなくなってしまったこと、そういった大きな心の傷っていうのは簡単に消えるものではありません。もちろんネパールに行って楽しいことをする、新しい場所を作るっていった活動もとてもいいとは思うんですけども、そういった傷を抱えている方々の心に寄り添える人材にもなっていきたいなと私は思っています。このチャンネルでは皆さんの知らないネパール情報をどんどんと発信していきます。ぜひチャンネル登録とコメント欄で応援してくださると嬉しいです。また、ガイさんの公式 LINE の方ではそちらでしか手に入らないネパール情報を発信しています。ぜひ登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。Please subscribe our channel and press like also. Share our video also.